重心は絵を描くときにとても使える知識です。重心を考えて絵を描くことができれば、人の立ちポーズなどいろいろなものが描きやすくなるでしょう。今回はそんな重心の基礎知識について解説します。地球上の物体は重力によって地球の中心へと引っ張られています。そしてこの世界のあらゆる物体には重心というものがあります。重心とは地球が重力によってその物体を引っ張るポイントだと理解しておいてください。重心がどこにあるのかは物体の形や材質によって変わります。一つの材質でできた箱なら箱の中心、大人の人間なら大体をへその下、子供なら胸のあたりが重心位置です。重心の基本を箱で確認してみましょう。箱の重心は箱の中心部分にあります。モデルはティッシュ箱なので密度が均一ではないのですが、全部同じ紙だということで重心位置は中心にあると考えます。このティッシュ箱の本来の重心位置はもう少し下になるかと思います。話を戻して箱の重心は箱の中心にあるのですが、この重心とセットで知っておくべきものがあります。それが支持基底面です。こちらの箱のような立方体の場合、地面と接している底の面全体が支持基底面となります。支持基底面とは物体の重心を支える面のことだと考えてください。そしてここからが特に重要なのですが、物体の重心が地球の中心へと引っ張られるとき、重心と地球の中心の間に支持基底面があれば、その物体は今の姿勢を維持できます。これは重心が支持基底面の上にあればと考えても良いでしょう。この箱の場合、支持基底面の上に重心が入っているので、この状態で立っていられるのです。箱を傾けて重心が支持基底面から外れてしまうと倒れてしまいます。この場合、重心が支持基底面から右側へ出てしまったので、姿勢が維持できなくなり右側に倒れたのです。そして倒れた先で新しい支持基底面ができるので、今度はその状態で安定します。箱が傾いても重心が支持基底面の左側、つまり元の支持基底面の範囲内にあるなら倒れず元に戻ります。この重心と支持基底面をセットで覚えておくことが絵を描く上でとても大事になってきます。絵を描く以外でも物を置くときや電車の中で立っているときなど、日常生活でもいろいろと使える知識です。この重心と支持基底面の関係はもちろん人間にもあります。ポーズのついた人間を描くときには、この重心と支持基底面を考えて描くことがとても大切になってきます。重心を考えた人間のポーズの描き方については、次回の動画にて詳しく説明します。それでは、今回の動画は以上です。当チャンネルでは、初心者の方向けの、ちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす情報を発信しています。更新は週1回を目指しつつ、不定期です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。